藤マでございます。今日も仮想通貨ニュースを読み上げた後に、ビットコイン、イーサリアム、リップル、IOST、そしてクワンタムのチャート分析をしていきたいと思います。はい、じゃあ今日も早速ね、いきますが、今日のニュースはですね、コインテレグラフジャパンの記事です。アークインベストの CEO のキャシー・ウッド CEO が、仮想通貨への将来の投資はビットコイン 60% とイーサリアム 40% にしますという話をしました。でキャシー・ウッドはですね、その中でも、以前から言ってるんですけど、ビットコインは、将来というか5年以内、2026年までに50万ドル、約5500万円ぐらいまで到達するという予想をね、以前からしてて、今回、ニューヨークで開催された、サルトカンファレンスね、ソルトニューヨーク2021っていうカンファレンスで、コメントしましたということで、やっぱりね、ソルトの、カンファレンスの中ね、ビットコインの話題結構多かったようなので、こういう話がありましたということですね。キャシー・ウッドはですね、このアークインベストメントっていうのは、仮想通貨とかに投資をしている、投資企業なんですけども、積極的にね、ビットコインやイーサリアムを守っていて、ガチをしているということでした。で、このキャシーウッドの見解では、ビットコインは依然として仮想通貨の世界でのデフォルトになる通貨であるということと、機関投資家がポートフォリオの 5% をビットコインなどの仮想通貨に割り当てると、5000万円ぐらいになるんじゃないかなというふうに言っているということです。あと、NFT と、DeFi の人気爆発によって、イーサリアムも、価格がかなり上がりやすくなるという話もしているということでした。というわけでね、引き続き、これアメリカの有名人なんですよね、キャシー・ウッドさんっていうのはね。だからアメリカの人には結構届いた記事だと思うんですけど、じゃあビットコインやっぱり自分持ってみようかなってね、投資する人増えますので、こういう明るい記事があると、仮想通貨の価格が上がりやすいと思いますので、今回の記事はプラス7でプラス7ぐらいにね、したいなと思います。はい、じゃあビットコインからチャート分析いきたいと思います。ビットコインね、ちょっと上がりまして、4万8000ドルぐらいですね。日足で言うとちょっと下げましたが、今日日曜日なのであまりね、大きな売り買いはないんじゃないかなと思いますが、日足ですね。日足ビットコインのこんな感じですね。こうやって見たらね、50MA が今支えになっているっていうのがわかると思いますが、今は、この下降ウェッジを上抜けたところです。で、50MA 支えになるので、落ちにくい状況にあると思います。なので、一旦上げて5万から5万2000ドルぐらいまでの価格、550万から570万ぐらいまで上がってくるんじゃないかなと思います、来週ね。ただしちょっと短期では、一旦ね、CME の窓が4万6000ドルぐらいに開いてますから、そこの窓埋めはあるような気がします。4万6000ドルって言ったら、この辺なんですよね。結構落ちるので、ちょっとそれは注意した方がいいかなという感じですね。ロング取りたい人は窓埋め完了した時にロングするっていうのもいいかなと思いますが、窓埋めを無視すると、このまま上げてきやすいチャートに見えますね。上昇して平行チャンネル上抜けで、平行チャンネルで、またダラダラ下がるけど、そのうちまた上抜けみたいなね。こんな感じで階段上に上がってきやすいので、そろそろ上がってくるんじゃないかなーっていう感じはしてますけどね。ちょっと一旦ストーンとね、窓埋めする可能性はあるので、あまりちょっと短期では、レバレッジをね、高くかけて、ロングしない方がいいかなというふうに思います。中期、長期で言うと、でも今は買いの場面なので、現物は早めに買った方がいいし、僕はね、年末ぐらいまでに、20万ドルぐらいはいくかなと。2200万ぐらいはいくんじゃないかなと思ってますので、基本的にはガチホって感じですね。ここのね、これがかなり、底固めしたと思いますので、今から上に飛びやすいのかなと。ここより高くね。ここが5万2000ドルでしたけど、ここより高く、使用最高値付近まで、飛びやすいかなと。6万ドルぐらいまでこのまま行きそうだなとは思います。はい、そんな感じですね。じゃあ、今日イーサリアムからチャート分析いきたい。イーサリアムじゃない。イーサリアム次いきます。イーサリアムは、下げにくい通貨なのでね、あれですけど、3400ドルですね。ちょっと下げました。37万円ですね。
昨日は38万円までいましたので、若干下げたんですけど、日足では、まあ、悪くないですね。こんな感じで。一回ね、38万円まで上げたけどね。今横横してます。多分この 50MA が支えになってるので、この上昇トレンドから 50MA の間で推移しやすいかなと思います。マックスで上がってきたら3900ドル、42万円ぐらいまで上がってきます。この辺だとね。このまま上昇トレンドの中にね、上にね、食い込んでくることができれば、多分史上最高値の更新になるとは思います。あとはまあ、ここがね、3000ドルかなり硬いはずですから、ここより下に落ちてくるってことはちょっと想定しにくいので、まあ基本は、ロングと、まあ現物価値ほどいいんじゃないかなと思います。まあ店はあまり変わらないですね。はい、じゃあ次が、リップルいきます。リップル引き続きちょっとね、値幅が小さいので、来週ぐらいにちょっと大きな動きあるかもしれませんね。1.07 ドルですね。117円ですね。あんまり、そうだな。まあ、値幅小さいとね、上にロングのロスカット溜まるし、下にショートのロスカット溜まりやすい。違う、逆だ。上にショートのロスカット、下にロングのロスカットが、溜まりやすいので、まあ、そろそろ大きく動いてくるんじゃないかなとは思ってます。こんな感じでね、三角持ち合い。こっちの 50MA と、上からの下落トレンドの三角持ち合いだって考えたら、まあ、先端がね、もう来週9月28とかそれぐらいになってきそうなので、ここを上抜けてから強い上昇になるか、まあ、ちょっと一旦下抜けてしまったら、この辺の 100MA 付近の、0.9 ドルぐらいまで落ちてきやすい。100円ぐらいまで落ちてきやすいって感じかなと思いますが。まあ、ちょっと今ね、横横しちゃって、かなり横横ですね、こうやって見たらね。かなり横横してるので、どっちか、例えばここ上抜けたらボーンって上がってくるような感じ、イメージしてますので、まあ、FX まだね、ポジション持ってないんだったら、ここの上抜けでロング、50MA の明確な下抜けでショートって感じで考えていくと、確実に勝てるかなという感じはしてます。はい。じゃあ次が、IOST いきましょう。IOST 少し下げまして 0.068 ドルですね。7.4 円ですね。まあ一旦ちょっと調整モードなのかなという感じになってきました。こういう上昇トレンドと、あとこういう上昇トレンドもあるので、そういうね、ちょっと角度が強い、上昇トレンドに一回タッチするような感じになるかなと思うんですね。ここ。そしたら、まあ、横横してタッチするか、一旦下に落ちて6円ぐらいまで落ちるっていうこともまあ考えられるので、買いたい人は6円台落ちてから買い増していくのがいいかなと思います。今は多分まあこういう三角持ち合いなんですよね。多分ね。こういう感じ。ちょっと引いておきましょうかね。こういう感じかな。こうやって綺麗に見えますよね。この辺でちょっともじもじしやすいので、まあちょっと IOST ホルダーの人は、もうしばらくお待ちをって感じですね。はい。じゃあ今日はね、クアンタム行きましょう。クアンタムはですね、まあ日本にね、上場してるコインですので、注目してる人も多いと思います。で、僕の母親がね、クアンタム好きでね、ずっとガチをしてるんですね、1年ぐらいね。で、久しぶりなんですけど、日足ではこんな感じで、まあ割とね、長期的に横横してるんですよね。この間ビットコインがボールした時も一旦落ちたんだけど、この 50MA が支えになっている感じがしてます。なので、こっちの 50MA と、上から、てっぺんからの、まあ、三角持ち合い気味なのかなと、こんな感じで。なので、ここをちょっとね、上に抜けてくると上に上がりやすいし、下に落ちてくるんだったら 100MA の10ドルぐらいまで落ちてきやすい。1000円ぐらいまでね。今価格が 12.5 円ですので、1350円ぐらいなのかな。そんぐらいなんですけど、一旦1000円ぐらいまで落ちるのはちょっと覚悟した方がいいかなって感じかな。それかもここ上抜けたらボンと跳ねてくる。まあ、長期的にはまあ今ね、こんだけバブルのてっぺんの時に、落ちてきて、まあガーッと上がってきてる。こういう感じでお椀型で上がってきてるので、基本的には上抜けして上に上がってくるような気はします。クアンタムもね、最高値が36ドルで今12ドルなので、3倍価格が違うんですよね。って考えたらまあ、最高値ぐらいまで行く可能性は全然あるので、今買っとけば2、3倍ぐらいはまあ普通に狙えるかなという感じで思っております。
はい、というわけでね、今日も、仮想通貨のチャート分析してみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットバンクがおすすめです。そしてメインの現物の口座は、バイナンスがおすすめです。ただし、バイナンスがいろんな国から規制を受け始めているので、日本で使えなくなったら怖いという人は、シンガポールの、ビットゲットまたは FTX もおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビットが手数料が安くておすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとねワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。